こんにちは、川みきです。今日はですね、意外とやってなかったなと思って、いつもね、Get Ready With Me とか撮ってる時、後ろにこのお部屋映ってると思うんですけど、リビングと奥がキッチンですね。それを紹介してなかったかなと思ったので、ルームツアーやっていきたいと思います。というわけで、私が今いる後ろが、この辺ソファーで、普通にくつろぐリビング的なスペースで、奥が仕事場なんですよね。だからあんまりリビング感ないんですけど職場に住んでるみたいな感じですよね。こんな感じだよというのをね紹介しようかなと思います。というわけで、いつも座ってるソファーがこちらフランフランですね。クッションカバーもフランフランです。で、後ろにこういうちょっと物を置ける棚をね、自分で作ったんですけど、この上には私が好きな方々、チャラさん、ゆきさん、田中みな実さん、足立由美さん、こんな風になりたいっていうコーナーです。この辺は最近はちょっとクリスマスな感じで、これカルディでね、アドベントカレンダー買ったんですけど、もうね、十何日なんだけど、1個しか食べてない。なりがちですね。後ろにあるのはなんか海外の可愛い本飾ってます。多分これが3コインズで、こっちがフランフランかな。で、この辺はちょっとキャンドルコーナーみたいな感じです。で、普段こうやって動画撮ってるからあんま映んないんだけど、上実はこんな感じで帽子が飾ってあります。夏だったら麦わら帽子みたいな感じで、単純に収納がちょっと追いつかなくてこっちに少し出してるみたいなとこはあるんですけど、この辺寂しくないように飾ってます。この嘘の木、嘘っきーって呼んでます。こちらはニトリだかディノスだかで買ったやつです。多分みんなの方が覚えてるかも。私どこで買ったかとか忘れちゃうんだよね。動画出した気がするんだよな。で、横にはこれモジャのバギーがね、1個買ったやつで1個お仕事でいただいたやつ今2つある状態なので、近々1個実家に持ってっちゃおうかなと思ってます。で、ソファーに座るとこんな感じの景色が広がってるんですけどウェットティッシュですね、これは。あとこれが食べかけのルマンド、大好きです。あとノートパソコン、iPad、あとちょうど iPhone が新しいの届いたので、それがあります。まだ開けてません。あと iPhone ケースも買ったんで、そのうち紹介するかも。で、この奥ですね。ここの奥がいつもメイクしてるとこなんですけど、ちょっとコードがあるからぐちゃぐちゃして見えるかも。はい、こんな感じでございます。イェイ。このメイクボックスっていうのかな、これはね、畳めるやつ買ったんだけど、一切畳むことがありません。むしろなんかちょっと溢れ返ってきて、最初余裕じゃんって思ったんだけど、だんだん溢れ返ってきたんで、もう閉じれないぐらいにもりっと出してます。なんでもう閉じないことにしたんですよ、結局。次買い替える時はね、もう畳むとか考えないでちゃんとした鏡台買おうみたいな感じなんですけど、いつもここでね、座ってメイクしています。結構使い勝手よく使えてます。ちなみにこの机はこたつなんですよね。こういうこたつのね、あったかくなるやつがついてて、だけどこたつ布団買ったら終わりだなって思ってるんで、それは買わないようにしています。今ね、こうやって低くしてるんだけど、足をね、足して普通のテーブルみたいに高くすることもできるんですよ。だけど結構その作業が大変なんで、あんまり変えることないですね。一時期高くして過ごしてたんですけど、あっちのデスクが高いので、なんか高いものになっちゃうと、なんか部屋が窮屈に感じちゃって、最近はもうずっとこんな感じで低いまま使ってます。で、普段こんな感じで座って仕事をしてるんですけど、椅子をね、最近新しいの買ったの。ちょっといいやつ買ったんですけど、届くのが3ヶ月後ぐらいになるんで、ちょっとまた届いたら紹介するかも。お気に入りとかの紹介になるかな。今はね、すごい安いやつ使ってます。なんか椅子にこだわりがなかったんだよ、今まで。だけどちょっとちゃんとしようと思って。はい。最近買いました。で、この机がめっちゃお気に入りで、これね、高さが変えられるやつです。最近ちょっと流行ってない？こういう、ででーん。高くなるの。昇降式デスク。一番高くするともう、本当に結構高いです。わー。普
段は座って編集とかするんですけど、どうしても眠いって時とか、あとはちょっと簡単な作業をテキパキしたいみたいな時とかね、こうやって立った状態で仕事したりとか、あと下にプリンター入れてて、プリンター使いたい時はここ上げるとか、下の荷物取りたいなって時は上げるみたいな感じにしています。すいません、ちょっとあんま綺麗じゃないんですけどこの下の棚の部分は前に使ってた机の棚を利用しています。プリンターとなんかごちゃごちゃしたものとこの中もごちゃごちゃしてるんですけど、ここでいつもカメラ充電したりとかしています。で、なんか三脚的なパーツとかあって、これはいいティッシュで、この横はなんかレシートとか領収書とかいろいろです。で、この辺はちょっとね、いい感じのカゴがないままずっとずるずる紙袋で過ごしてるんですけど、エコバッグとか入れたり、あとこれね、これお出かけセットポンとこのまま入ってたりとかします。あとはお仕事でなんか荷物がある時とかここにしまったりしています。最近寒いんで足元こういうちっちゃいヒーターで温めながら仕事しています。ちなみにこの横はこういう棚があるんですけど、リノスで買った棚、この中にはもじゃの餌だったりとか本とか漫画とか文房具とかしまってます。で、この横にゴミ箱をね、この隙間に置いたりと、ここに畑を置いてって感じで過ごしています。そしてデスクの上こんな感じです。パソコンドン iPad とかで絵描くときに上に乗せて描く。この辺は充電ステーション、冬ピアが置いてありますね。冬ピアにちょろっと動画を紹介していただいております。そしてこの下が、あらはい、ちょっとわかりやすく宣伝タイム入らせていただきます。はい、というわけで、この度、スーパー謎グッズ、里ゆ渋熊カレンダー発売となりました。わーい、謎すぎじゃない？よくね、旅行行ったりとか遊んだりする仲良し4人組なんですけれども、本当にノリでカレンダー作ろうぜって言って作ったカレンダーで、しかもこの表紙とかちゃんと撮影してもらってます。それ用にカッシーさんっていういつもね、いろいろ写真撮っていただいてるカメラマンさんにお願いして撮っていただきました。で、このカレンダーね、動画概要欄にリンク貼っとくんですけど、そこから購入することができます。で、これ表紙で、表紙は確かね、もうこれで決まってるんだけど、こう中身がこう選べるんですよ。写真がいろいろ種類があって、何月にこれにするとかを自分でね選ぶことができて、もう超ただのプライベートの写真なんですよね。ただの鍋した時の写真とか、あとこれよくない？なんかネットフリックスとかさ、ピザーラとかさ、アマゾンプライムとかなんかCM に使えそうじゃないみたいな、こういう写真が入ってたりとかします。これちょっといただいた見本のカレンダーなので、ちょっと似たようなね、このシリーズの写真がこう続くんですけど、ではご購入いただける方は自分でこれ何月にするとか、またこの写真じゃないのにするとかね、できますのでいや、ウケるのよ。里ゆいだったらわかるけど、渋くも入ってきたからねなんかちょっとエモーショナルな感じとかね。いや、ほんと私あんまりグッズ作らない系の YouTuber というかなんですけど、珍しくこんなものを作ってみました、みんなで。なんかもう多分これね、二度とないんじゃないレアなんじゃない？台湾に行った時ですね、みんなで台湾 T シャツを着ているっていう。まさかこの頃はね、カレンダー出すとは思ってないですよ。これもいい写真。これね、フィルムカメラで撮ったやつだと思う。射的ね、いい写真これウケないただの我々の思い出をシェアするアルバムじゃない、カレンダーっていうね、この4人と旅行に行った気分になりたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお買い求めください。結構ちゃんと大きいサイズのと、あとこちらのね、卓上タイプがございます。これなんかこう開いてこうやって
置いとけるタイプ。こっちの方が手軽かしら。みんなどっちがいいてかほんと謎すぎて。こちらもね、中身こんな感じでさっきと同じように選べるので、写真がぜひぜひお気に入りの1枚を飾ってみてくださいっていうね、宣伝を挟んでみましたいやウケるわ。というわけで続きいきますね、ルームツアー。この机の奥なんですけど、こういう香り系、これフランフランですね、こういうのがあったり、これはお母さんがくれたもじゃにそっくりなカレンダーあと毎日最近検温してるので体温計があったり、これもアロマですね、無印の。でこの辺はちょっと癒しグッズ、こういうアロマオイルだったりとか、ハンドクリーム、眠気覚ましにこれ香り嗅いでスースーするやつとか、そういうのを入れてます。でこの横のボックスは、これはね首のマッサージ機ですね。首こりしやすいんで、これでピッピーってやって、でこれがクレンジングシートと、あとこれスプレープシューってするだけでスキンケア終わるよっていうサボリーノのスプレー。ほんともう眠くてどうしようもない時に化粧落とさないで寝ちゃったっていう言い訳ができないように机の横に置いてます。気づいた時落とせるように。であと奥に本とか資料とかがあります。ちなみに現在こちらに飾ってありますのは岡田屋でいただいたカレンダーです。なんかクーポンもついてた、お買い物したらもらいました。でこちらがですね、加湿器です。ちょっと見た目はダサいんですけど、この象印のが本当にお手入れ楽でいいです。ポットみたいなやつね。でここもじゃの餌とジアイーノですね。これすごいいいです。ペット飼ってたりとかするお家はあるといいと思います。空気清浄機めちゃめちゃ大事。というわけで割とこの辺白で揃えてますね。こちらにあるのがお水、フレシャススラットずっと使ってます。もう4年以上使ってる？ 4 年ぐらい使ってるかな。なんかレンタルじゃなくて私購入したんですよ。なんか4年ぐらい使えば確か元取れるなみたいな感じだったので、こういうウォーターサーバーお家に置くときレンタルか購入か迷って買ったけど、もう長年使って元取れたのでいい感じです。デザインもすごいスッキリしてて、これいいのはお水のタンクをこの下のところで買えるんですよ。9リットルあって結構重いんですけど、上に持ち上げるとすごい疲れちゃうんで、ちょっと開けるわ。こんな感じで入ってるんですけど、下で作業できるのがすごくいいです。で上はサプリとかお薬コーナーがあって、でこの上に棚があって里ゆいがいます。これ去年じゃないか、今か、現在のカレンダーいただいたやつ飾ってます。これはなんかジェラピケのノベルティでもらったスノードーム、キラキラキランっていう飾り棚。こっちは神棚ですねお守りいっぱいなんだけど、本当はね毎年京都行ったりとか伊勢行ったりとかしたかったんだけど、今年ちょっと難しいなっていうことでお守り返しに行きたいんですけど行けずって感じで、ここに集合してます。でこちら IKEA のワゴンにいろいろあるんですけど、一番上が飲み物コーナーですね。コーヒー、お茶などなどいろいろ取り揃えております。すごくいただくことも多くて常に充実したコーナーとなっているのでめちゃめちゃ飲んでます。ちなみにこの横には100均で買ったこういう入れ物にハサミとか段ボール用のカッターとか、あとリモコンとかねまとめて入れてます。下ちょっとごちゃごちゃしてんじゃねえかよって感じですね。ルームツアーやるくせにまあまあごちゃごちゃしててすいません。この辺はなんか紙皿的なんとかストロー、フォークとかそういったパーティー用品ですね。友達来た時とか使います。で下がおやつコーナー、あとカップ麺もありますちょっと悪い子コーナーですね。この辺は低いとこにあるけど、もうこうやって匂い嗅いだりするけどね、うちの子は偉いので人間のものは食べないですね。もうじゃ偉いね。尻尾下がってきてますけどでもじゃ偉いんだよね。ちゃんと自分のおやつだけ食べるんだよね。甘えまる。というわけでここはお菓子、カップ麺、飲み物ストック系って感じです。
あと横にあるの入れ物はもじゃのご飯入ってます。で、この色変わってるところはもともと備え付けの棚になっていて、私は本棚として利用しています。中身はちょっとお見せしないんですけど。はい。で、こちらがキッチンです。横にはあんな感じでエプロンとかかけてて、この透明の板はご飯作ってる時とかね、もじゃがキッチン入ってくると危ないので、こうやって仕切りにするやつ。そしたらもじゃ入れないから。やっぱ怖いんですよね、火使ってる時に来ると。で、まあキッチンこんな感じで、まあ収納については以前動画出してるので、そちら見ていただければなと思います。で、まあそこから変わったなと言ったら、まあ食洗機。これは本当にね、私洗い物苦手だし嫌いなので、買ってよかったなと思います。ちょっと存在感はあるけどね。で、この壁紙は自分で貼りました。ちょっと大変だったけど、壁紙や本舗さんで購入して貼りました。ただちょっと時々ベローンって血の模様の方が落ちてくるので、上をね、ちょっとまあ見えないんだけど、ピンでプスプスっと留めて剥がれてこないようにしています。で、最近ちょっと冷蔵庫にペタペタ貼り出しました。やったら止まんなくなってきて、まだこれ完成じゃないなって感じなんですけど、ちょっと一旦ごちゃごちゃさせてみようかなと思って。貼ってあるのはですね、こちらおやつとご飯100枚レターブックっていうやつで、これね面白くって、こんな感じでなんかお部屋に飾っても可愛いし、これでお手紙にしても可愛いしっていうのがいっぱい入ってるので、まあ、そこから飾ったら良さそうかもって思ったのをこんな感じで貼っています。で、まあちょっといろんなサイズのやつ貼りたいなと思って、まあこの大きいサイズのが今紹介した本のやつなんだけど、それよりちょっと一回り小さいポストカードとかもちょっと買い集めて今どんどん増やしてます。お気に入りはこのエビ天ですね。結構ね、これお腹がすく冷蔵庫になりましたね。おやつも結構あるので、ビールとかね、飲みたくなっちゃうよね。こんな感じでね。はい。それにしてもこのタイルかわいい。なんか本物のタイルみたいにパッと見見えるから好きよ。ちなみにこっちにも1個カレーのやつを貼ってます。こんな感じでございます。あと最近買ってよかったのが、これうちバナナフックとかなくて、別にそんなしょっちゅうバナナあるわけじゃないんだけど、100均で買ったマグネットのフックをここにつけたらいい感じにバナナ掛けになったので、今ねこんな感じでバナナをかけて生活しております。すぐにもぎ取って食べれるのでとても良きです。おすすめです、この方法。ちなみにみかんもございます。最近ちょっとフルーツが食べたい気分ですね。はーい、こんな感じでキッチンとそのままつながってリビングって感じのお家になっております。はい、というわけで意外とやってなかったリビングのルームツアーやってみました。でもちょっとね、私あれなんですよね、部屋が完成すると引っ越したくなる病気みたいで、今ね割と完成っていうか満足してて、引っ越したい欲がすごいですやばいな。でもちょっとここは一旦ぐっと我慢して、ちょっとリビングの改造とかしようかなって今すっごい悩んでるんですけど、ソファー買い替えてみようかな、いっそのことソファーなくしちゃおうかなとか、なんだろうな、もっと仕事部屋なのはもうこれがあるからしょうがないんだけどもうちょっとくつろげる感じにしたいなと思っています。ソファーが2人掛けで寝っ転がれないんですよ。足曲げて寝っ転がる感じなんで、悩ましいです。いろいろまたもし改造したらなんか動画にしたりすると思います。そしてね、こちらのカレンダーそう今日カレンダーの宣伝の動画なんですよ。はい、よろしければ動画概要欄からチェックしてみてください。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃバイバーイ。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介です。この黄色いのは古着で、中の紫はレトロガール、そしてリップがロム&のジューシーラスティングティント、お色が6番です。その上にこちら重ねました。多分去年のクリスマスコフレだったと思います。アディクションのグロス、キラキラで可愛い。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。